こんにちは、テリーです。こんばんは、ゆっくりです。ご視聴ありがとうございます。ありがとね。さて、風車型最前線からのゲーム再開です。いつも以上に殺風景ね。前回はブランチマイニングに没頭しました。今回も没頭します。時々地上に出て太陽光線を拝まないと頭がかびるわよ。大丈夫、マイクラでは人は常に無菌状態なのでカビません。さていよいよ、かまど世紀63年目に突入です。なんなのよその取ってつけた思いつきの年号は。いえ、資料し尽くした合理的な年号です。では少し解説します。マイクラの世界では地動説は否定されていますよね。まさか真面目に解説するつもりなの？重要なことですから。長年の観測から、地上は球体ではないことと、地上の周りを太陽が回転していることがわかっています。観測しないでもわかってるわよ。で、さらに、太陽の昇る方位は常に真東です。ずれることはないので、太陽と地上との関係から年数をカウントすることがマイクラでは不適なんです。まあそうだけど。でも、今が何年かわからないと色々不便ですよね。かけらも不便はないわよ。そこで、類似した基準を設けることを考えます。ところで、太陽系の中心が太陽であるなら、マイクラの中心はどこでしょうか？コンパスの指し示す地点ね。はい。つまり世界の中心はリスボーン拠点のある位置なんです。では、世界の中心をぐるぐる公転しているのは？ひょっとして、テリー？その通りです。故に風車型の一周を一年とカウントし、今をかまど世紀63年と称するのは学術上の合理に即しているんです。どう考えても頭がかびているわよ。でも100歩譲って、年数が進むにつれて1年の周期がどんどん長くなってくるのはおかしいわよ。月だって地球から年に4センチほど遠ざかっているじゃないですか。月のことを言うのなら、テリーの公転軌道は円や楕円軌道じゃないの。四角軌道は無理があるわよ。マイクラでは太陽だって四角です。むしろ四角軌道が自然なんです。さてかまど世紀の正当性が証明されたところで、インベントリのダイヤが1スタックを超えました。62周目からは拠点に寄ってないので、すでにエンダーチェストにダイヤの備蓄があります。で、エンダーチェストと合わせて4スタックと25個になった時点でダイヤの数が2500個を突破します。まだまだ足りないわね。期待値通りにダイヤが取れるなら突破するのは65周目です。そういえば、採掘用ツルハシの耐久ゲージについてですが、この瞬間に耐久ゲージが最後の1メモリとなりましたが、実はこの1メモリでかなりの量を掘ることができます。昔はツルハシを破損寸前で止められずにパキンとなってしまうことを心配して、ゲージが減ってからはコワゴワ掘っていたものですが、今はもうリラックスして掘り進められます。これだけ掘ってもなお最後の1メモリが減らないのね。ウィキの情報によれば耐久ゲージが0になってから掘れる数は61回、耐久力3付きならその約4倍の240回ほどでしょう。ただこの場面で確認したところ、最後の1メモリが減るまでに480回ほど掘れているようです。計算上の2倍掘れているじゃないの。まあ、私の計算にどこかおかしい点があったか、ないしウィキの情報が古いのか、あるいは現実がおかしいのかいずれかでしょうね。かびてる可能性もあるわよ。さて63周目が終了。取れたダイヤの数はやや微妙でした。金の数もかなり少ないわね。さてそれでは、いよいよかまど世紀最後の周回です。こだわるわね。ところで世紀って100年単位じゃなかったの？マイクラでは64プラス1年が世紀の単位となります。なら仕方がないわ。さて開始1分で、ダイヤの出は良さげな感じです。幸運3に助けられて、4鉱石で13個のダイヤが取れました。3倍以上ね。続いて3分後にまたダイヤ見つけましたがこちらは5鉱石でわずか8個、無念です。
今度は2倍に満たないわね。さらに続いて4分後、金鉱脈を掘っていたら粒が多くて、さらに裏からダイヤ発見しました。次の集会場のダイヤなので今回収するか一瞬躊躇しましたが、ここはダイヤを取りに行きます。今世紀中に2500個超える可能性もあるんですよね。と、これも粒が多い。なんで凍るのよ。いやー、夜空が綺麗なものでつい。雲の隙間から星が瞬いています。しかも、これからちょうど日の出でしょうか。おー来たー。そこまで苦労して微調整するほどに日の出を見る価値があるの？時々太陽光線を拝まないとカビちゃうじゃないですか。さっき明瞭に論理立てて否定してたし、それに手遅れよ。しかしまあ、長いことマインクラフトをプレイしていて、地下でこれだけしっかりと日の出を拝んだのは初めてです。ちょっと感動しています。もう地上なんていらないかしらね。いや、時々息抜きに必要です。さて太陽エネルギーを取り込んで元気いっぱい風車型再開したばかりのところで、まだ東向きに掘っているのに早くもダイヤ4鉱脈目です。この時点で3スタックを超えました。このペースならさすがに今世紀中のダイヤ2500個達成を意識せざるを得ません。さて順調に掘り進んでいると、先の方まで水が広がっているし、地下の池かしら。どうもそのようです。ちなみに地下の池は洞窟に直結していることが少ない上に、水の上にはモブは湧けないはずなので、モブに遭遇する率は低いです。いつもなら池を丸石で埋め尽くすところですが、この池は頭上を塞ぎやすい高さに生成されているので突っ切ってしまいます。さて最終コーナーを曲がって最後の直線に入りました。現時点でインベントリのダイヤは61個。2500個達成まであとダイヤ28個です。フラグが立つ程度には追い上げてきたわね。で、最後の直線をスタートして40秒でダイヤが、嫌がらせダイヤ来たわね。一粒でも溶岩ドボンして、それが原因で2500個に届かないことがあったら大変です。神経すり減らします。全部回収できてなお2500個に届かなくてすり減った神経返せ状態とどちらがいいの？さて、今のでダイヤが4スタック超えました。2500個達成まで残り18個です。嫌な数が残っているわね。で、5分して運よく次のダイヤを見つけましたが、ダイヤ鉱石がわずか3個、土で鉱脈がえぐられてしまっていたようです。結果増えたダイヤは5つだけで、2500個達成まで残り13個となりました。あと1鉱脈見つかっても微妙ね。すでに最後の直線も半分のところまで来ています。まあ、この周回はダイヤの出が良かったので、もう一つは鉱脈が見つかる気がしていました。問題は何個の鉱石があるかですが、多そう。最後の最後で引いてきたわね。鉱石だけで9個。これは超えたでしょう。バッチリ、ついに企画目標の4分の1です。そしてその4分後にゴール。ダイヤは辛くも7個差しかありませんでした。でも超えたし、ダイヤ運だけはやっぱりここぞの時には強いのかしらね。勝負の分かれ目になったのは日の出が見れた場所のダイヤ鉱脈に手を出したことです。あれがなければ足りませんでした。まあ、かまど世紀最後の出来事に残せたのは申し分ないです。満足しました。さてリスボーン拠点に戻ってきました。少し短めですがキリがいいので今回はここまでです。かまどが3つ余っていたので1つ作り足して8連装に。そして次回からのドロッパー世紀の幕開けに備えて準備です。かまど以上に締まりのない名称ね。さて次回ですが、やはり新時代の幕開けの一択です。言葉は前向きだけど地下に引きこもり続けるのよね。せっかくテンション上がり気味なので、この機にダイヤ数を稼いでおこうと思います。
では次回も頑張っていきます。それではまたね。バイバイ。